アフリカ大陸の心臓部、コンゴ民主共和国。その東側は世界最悪の紛争地と呼ばれています。私が取材で訪れた2023年、コンゴ東部の大都市、ブカブはまだかろうじて日常を保っていました。しかし、2025年に入り、情勢は一変します。反政府武装勢力が市内を制圧。そこに生まれた治安の空白に乗じて、多くの商店や食料倉庫が略奪されたのです。私がかつて歩いたこの街は今、もはや外国人が容易には近づけない危険地帯へと姿を変えてしまいました。なぜこの街は崩壊したのか。その背景にあるのが絶望的なまでの貧富の格差です。貧困にあえぐ圧倒的多数の市民とその隣で暮らす一握りの富裕層。まずは当時取材した富裕層向けのスーパーマーケットの様子から、紛争地のイメージを根底から覆すこの歪な光景をご覧ください。今現地のスーパーマーケットで撮影してます。ここはおそらく比較的富裕層の人たちが買い物をするエリアなんじゃないかなと。コーヒーとかネスカフェみたいな日本でも売ってるようなコーヒーとか見てますね。プリングルスがこの大きさでだいたい7500フラン、約3ドル。高いな。3ドルって言って今日本円で420円ぐらいするので結構しますね。ミックスナッツですね。これが2500フランって書いてあるんで、日本円で140円ぐらいですね。1ドル。結構高いな。こういうスーパーマーケットだと結構値段しますね。チョコレート、ヘーゼルナッツチョコレートですね。これも4ドルなので日本円で言うと520円ぐらいか。この辺が石鹸類ですね。中東のアラビア語書いてあるんでやっぱり輸入品っぽいですね。アフリカだとアラブ首長国連邦とかカタールとか結構そっちの方からの輸入品が多かったりしますけど、このコンゴもそうみたいですね。7350、日本円で500円ぐらいか。肌の少し白い感じのモデルさんの写真が多いんですよね。これとかホワイトレディって書いてあって、肌を白くすることが美しくなるっていう、その肌の白さが美しさっていう風に考えている人たちも結構アフリカで増えてて、肌が白くなりますよみたいなところを謳っている石鹸とかもあるっぽいですね。結構値段がやっぱ高いですね。めっちゃ高いよ。めっちゃ高いですね。日本でこんな400円もしない。しないです。なんでこんなに高いんですかね。やっぱ輸送費。需要が限られてるから、ここって本当に経済が二重構造というか、だから金持ちか貧しい人しかいないみたいな。金持ちは下手したら日本の今の平均よりももっと持ってるから、ホテルとかも100ドルオーバーのやつが普通に、ドロップとかもこんなのすごいよね。日本にしたら600円とか500円とか600円とか、確か700、800円ぐらいのやつで、蜂蜜なんかもアフリカで800円ぐらいだよね。これぐらい値段しても現地の富裕層からすれば普通に買えちゃう感じなんですかね。そうそう。でクオリティもさそんなに良くないし、800円とか900円とかって言ったら、田舎の人の1ヶ月のその所得でそれぐらいで生活してる人が結構貧困層ほとんどだから、農村だから食料はある程度自給できたり、親戚とこう協力して作ったりして食べてるけど、でも現金収入はとにかく限られてるから、本当経済がいびつですね。めちゃめちゃ貧しい人たちと富裕層のこの値段のちょっとバグってる商品。だからなんかよく言うけど世界の縮図だよね。今グローバルに見ればほら世界の数人のトップ富裕層が貧しい人の半分ぐらいの富を持ってるっていうのが、今後の国においてもそれと同じような構造があるので、一国の中だからその分目に見えやすいから、グローバルに格差あるって言っても我々からしたらその超富裕層の数人なんて誰も知らないじゃない。だからやっぱ今後の中にいるとやっぱ街の中になんか何十人か何百人かは富裕層がいるので、そういう人たちともうそうじゃない人たちでも圧倒的にもう住む世界が違う。こういう場所ってやっぱ富裕層しか買い物来ないですよね。富裕層が雇ってるお手伝いさんとか援助機関なんかもある程度ちゃんとしたところに、お金たくさんもらってる人多いので、そういう人たちが雇った使用人とかスタッフとかがこういう買い付けに来たりもするから、援助機関も含めた外資系の企業に雇われてる人っていうのがかなりの高給取りなので、月給でいうと日本円で20万円30万円の人は結構ザラにいるので、ただもちろん全体の中で今後の中でいうと一部だけどね、一部だけど今の日本人の平均的な所得以上をもらってる人はいくらでもいるから、都市部に来るとそういう人たち向けのマーケット、スーパーマーケットとかっていうのはたくさんあるし、昨日通ってきた道で見てきた現地の人たちの生活から考えるとものすごい格差をリアルに痛感しますね。そして明日行くエリアはさらに貧しいエリアなので、今のうちにこう富裕層の人たちがどういうものを食べてどういう生活をしているのかっていうのを感じてから大貧困地域に行くっていう意味では、ある意味今後のリアルな実情を知れるいい機会になっているのかなと思います。スーパーマーケットの店内には輸入品を中心とした食料品や日用品が溢れんばかりに並んでいました。しかしこういった光景はブカブに暮らす大多数の市民の
日常ではありません。これらを購入できるのは主に一部の富裕層や外国人です。店の外にはその日の食事にも事欠く人々の現実が広がっています。実際に私が当時取材した時にもスーパーを出た場所に物乞いの女性が力なく座り込んでいました。壁一枚を隔てたこの残酷なまでの経済格差、それは平時でさえ社会に静かな緊張感を生んでいました。そしてその歪みは2025年の情勢悪化とともに最悪の形で表面化することになります。現地からの報道によれば、反政府武装勢力 M23 がブカブ市内を制圧、街に治安の空白が生まれた隙に多くの商店や食料倉庫などが略奪されました。略奪という暴力的な行為、混乱に乗じた兵士や暴徒の存在も否定できません。しかしその背景に日々の生活にさえ事欠く貧困と残酷なまでの格差が横たわっていることも事実です。私たちが2023年に目撃したこの豊かさは、砂上の楼閣のような危うさの上に成り立っていたのかもしれません。やっぱり駐車場にも国連の車止まってますね。 UN って書いてあるんで、でこういう治安の悪い地域だと、国連関係の車とか走ってるのよく見かけますね。撮影してると軍人とかの人を撮っちゃうと、また何撮ってるんだって言われて、カメラ没収とかデータ消せとか言われたないんで、ちょっともうほんとビクビクしながら撮影してます。ちょっとだけストリートまで行ってみようかな。こんな感じで全部タクシーは黄色ですね。それだったら多分あんまり言われないですけど、そうですね、オズモだったらみんなあんま気づいてないような気がします。ちょっとでもビクビクしながら撮影してます。できないのは Thank you。ということで、ブカブの街の中からホテルに戻ってきました。スーパーマーケットの買い出しだけしか行けなかったんですけど、ブカブに暮らしている富裕層の人たちがどういったものを買っているかとか、どういったものを食べているかとか、ちょっとでもその富裕層の人たちの生活の断片が分かったっていう意味では、行った価値があったかなと思いますし、ただね、ブカブの街の中で撮影するのって本当に難しいなって思いましたね。最初一眼のカメラ出して撮影をしようとしたら、運転手の現地の方にカメラしまえって怒られて、やっぱり軍人の方がところどころで立ってるんですよね。カメラで撮影しているところを見られてしまうと、笛鳴らされて車を止められて、何撮影してたんだって尋問されて、データを消すように言われたりとか、最悪の場合カメラ没収されたりするっていうリスクもあるので、ここまで撮影するのは大変だとは思いませんでした。ただ明日移動するカロンゲというですね、村の方に行くとテラネッサンスの知り合いの方たちばかりということで、そういった場所だとこのブカブと比べて全然人もいないですし、比較的カメラ回しやすいそうですので、明日ブカブからカロンゲという場所に移動して、またさらにですね、今後の人たちの生活について撮影していければなと思っております。明日からまたハードなスケジュールになりますので、今日はゆっくり休もうと思います。それではまた明日の朝お会いしましょう。おやすみなさい。おはようございます。今はですね、南キブ州の州都ブカブにいます。今日からカロンゲという場所に向かいます。今日からのですね、3日間、ないしは4日間が今後での取材の中で最もハードなスケジュールになりそうですので、とにかく安全、そしてちょっとね、疲れが溜まってきてるんで、健康にも気を配りながら活動していきたいと思います。これから行くカロンゲという場所もあるのはその道であったりとか、カロンゲがどういう場所かちょっと簡単にお聞きできますか？今いる南キブ州から北に距離でいうと70キロぐらいなんですけど、とにかく山道で熱帯雨林の中を入っていくので、かなり道が悪くて、もしスタックしなければ4時間ないしは5時間で到着するんですけど、スタックすることがやっぱり多いので、そうすると大体7、8時間かかることもあるような、道ですと。道中でもこの前ブカブに来るまでの道と同じように途中で武装勢力がいるんですかね？そうですね、南キブのそのカロンゲ区域っていうのはライアムトンボキっていうもともとその自警団から派生した武装グループが今も活動していて、彼らの活動している地域でもあるので、そこは気をつけて、我々も内部の情報をいろいろ収集した上で、今日この時間帯に移動することが一応安全だってことを確保できているので、もちろんリスクゼロではないので、暗くなるまでには到着するように移動したいと思いますけれども、そういう場所でもあります。今日から3日間ぐらい一番ハードな日程になりそうですけれども、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
今 UN って書かれた車が走ったと思うんですけど、 UN はユナイテッドネーションズの略称で、日本語で言うと国際連合ですね。UN の訳し方に関するいろんな批判はあるんですけど、いわゆる国連です。コンゴの東部は国連の PKO が世界最大規模で展開している地域の一つで、 PKO はピースキーピングオペレーション、国連平和維持活動ですね。そういった部隊で活動している隊員たちのために水を運ぶような、そういった給水車も走っているような。部下部を出発してからまだ30分ぐらいしか経ってないんですけれども、舗装されてないガタガタ道に入りました。とりあえず今日もしっかり酔い止めの薬を飲んで、なんとか撮影頑張ろうと思います。部下部を出発してからだいたい1時間ぐらい経ったんですけど、国立公園の中に入りました。運がいいと野生のゴリラを見ることができるみたいです。移動のために国立公園の中に入って、そして運が良かったらゴリラも見れるって、すごい場所に来たなって感じますね。ただ運が悪いと武装勢力に出くわす可能性もあるみたいなので、引き続き緊張感を持ってやっていこうと思います。100回ぐらい言って今、緊張感を持ってやっていこうって。国立公園の中に入って1時間ぐらい経つんですけど、軍人の数がすごく多いですね。銃を持った軍服を着た人が立っていて、セキュリティチェックポイントがそこにあって、道行く人たちの荷物をチェックしたりとかしていて、そのためにね、カメラを落とさないといけないので、本当はね、ちょっとそういったチェックポイントどういったものなのか撮影してお届けしたいんですけど、もし撮影しているところを軍人の方に見られちゃうとカメラ没収されたりするリスクもあるので、ちょっと本当に今緊張感を持ちながら撮影してます。ようやくですね、目的地のカロンゲに到着しました。国立公園の熱帯雨林をですね、抜けて見えてきた景色がこんな感じです。めちゃめちゃいい景色ですね。高地ですよね、この辺りは。標高が高いみたいなんで、気温も全然過ごしやすいですし、やっぱりこんだけその自然が豊富なんで、空気がめっちゃ綺麗だなっていう感じがありますね。リフレッシュするような思いです。この辺もやっぱり武装グループが存在するんですか？そうですね、この辺りもライアムトン・ボキっていう武装グループが活動している地域になりますね。景色はめちゃめちゃいいし、なんか本当に気温も低いんで避暑地にもいいなって思ったんですけど、でもやっぱりなんだろう、どういった場所に隠れてるんですかね？基本昼間はそんなに表に出てきて活動することはないんですけど、はい、夜になるとこの幹線道路沿いを襲撃して金品を略奪するとか、ってこともあったりしますし、昼間はそんな見てわかるようなところにはいないですよね。この辺も鉱物資源とか結構豊富な場所なんですよね。そうなんですよ。だから緑もすっごい豊かだし、地下資源も本当に豊かで、ここはタンタル、スズ、ゴールド、産地でもあるので、あちこちにそういった採掘場所があるんですけれども、そういったところを武装グループが占拠していて、そこに地元の若者たちがですね、雇用されて働かさせられて、取れ高の半分ぐらいは武装グループがそれを持っていって、でそれがいわゆる資金源になって、武力闘争が武力紛争が続いているという、本当に皮肉ですけどね、戦争紛争さえなければものすごく自然も豊かだし綺麗だし、これだけね緑も豊かで土も豊かなので、食べ物もね何でも作れるんですよね。そうなんですね。今の話聞くとやっぱりあんまり油断はできないなっていう
ふうに思いますけど、ただカロンゲどんな場所なんだろうと思ってちょっとビクビクしてましたけど、すごいなんか僕は自然が大好きなんで来てよかったなって今すごい感じてますね。いや本当に綺麗なところですね。だから戦争さえ早く終わってくれればね、自給自足だってできるような自然の豊かさがあるので、なんか今までずっと僕の YouTube で何回も扱ってきたコンゴの鉱物資源のまさにその場所に今来てるっていうふうに考えると、なんかすごい感慨深いなと感じますね。カロンゲでもっとがっつり取材したいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。はい。Watoto wiko Azo uko na watoto? ndiyo, niko na Sawa leo. kula we hakuna nafasi kwa miogo. Leta na miogo, leta na vijumba. Ndiyo. 南キブ州の州都ブカブから悪路に揺られること数時間、うっそうとした深い森を抜けた先にカロンゲという地域があります。ここまでご覧いただいたように、この場所は都市部から地理的に隔絶されたいわば陸の孤島です。長引く紛争の影響でインフラ開発からは置き去りにされ、電気や水道といった公共サービスはほとんど届いていません。ここに暮らす多くの人々が極度の貧困状態にあります。そしてこの静かな村もまた2025年以降激動の渦に飲み込まれました。北から侵攻してくる武装勢力 M23、 それを食い止めようとする政府軍やスワヒリ語で愛国者たちを意味するワザレンドと呼ばれる地元の自警団、北キブ州と南キブ州をつなぐこのカロンゲ周辺は両者が激突する攻防の要となり、紛争の最前線と化してしまったのです。私が取材したのは2023年9月。紛争地特有の緊張感はありつつも、そこにはまだ穏やかな時間が流れていました。戦火に包まれる前のカロンゲで人々はどのように生き、どのような表情を浮かべていたのか、失われつつあるその日常をお伝えします。車がめちゃめちゃ汚れてますね。相当な道を走ってきたんで、もう泥が飛び散って車がかなり汚れてます。このサイドビラのところもすごい泥飛び散ってますね。この車がスタックしたら大変なことになるので、トヨタのランドクルーザー頑張ってほしいと思います。ということで、ようやく目的地のカロンゲに到着しました。ブカブを出発してから今日は3時間ぐらいで到着しましたね。いつもは 4,5 時間かかったり、道が悪い時は車が途中でスタックしてしまって、もそういう時はもう7時間8時間かかるみたいな時もあるみたいなんで、今日は非常に運が良くスムーズに来ることができました。今日はこのまま今いるテラネッサンスさんの事務所でですね、お昼ご飯を食べて、その後はフィールドに取材に行こうと思います。このカロンゲ地域一帯もコンゴ東部の紛争の影響を受けている地域で、そういった紛争の被害を受けた女性たちが開業した洋裁店をですね、実際に見に行って詳しくお話を聞いていきたいと思います。コーヒー、あれコーヒーの産地でもあるんだけどね。高地だからコーヒーの栽培に向いてないですすごくいいコーヒー取れますよ。アラビカ種の本当に日本とかヨーロッパでも売れるようなすごい品質のいいコーヒーの豆ができるので、ただそれを加工したりするところがなかなかないので、アフリカのいろんな場所に言える問題ですよね。その原料は都市源は豊富に取れるけど加工ができない、だから付加価値がつけられない。ブルンジもすごいいいコーヒー取れるけど、ブルンジとルワンダってほぼ同じような気候条件で両方ともいいコーヒー豆取れるけど、ルワンダの方はかなり工場もあったりするので、ルワンダコーヒーは結構グローバルに、ブルンジはなかなかないし、でコンゴはここに関して言うともっとさらにビジネスマンがここに入ってきて投資するのはあまりにもリスクがありすぎる。そういう意味ではやっぱ紛争の影響が現地の発展を阻んでるっていうのはすごい間違いないですね。
ただ本当自然が豊かなので、コーヒーはなのでちょっとまだうちらはやれてないけど、森があるのですっごいたくさんのいろんな植物があって、熱帯雨林もあるし、ミツバチが結構生息していて、養蜂をやれば本当に非常に糖度もすごい81%とか82%ぐらいのかなり高い糖度のすごいいい蜂蜜出るので。コーヒーもあるし蜂蜜もあるし、ポテンシャル自体はやっぱあるんですね。そうなんです。土地もすごい肥沃って。土地もすごい肥沃だし、雨も降るし、農作物ももちろんいろんなもの作れるし、今南紀部の道路の6割から7割ぐらいがやっぱ雨季になると遮断して通れなくなっちゃう。トラックで物運ぶにしてもなかなか簡単には運べないし、援助機関も緊急援助もたまにあったりするんだけど、でもとてもじゃないけど恒常的なこの木が貧困、栄養失調を克服するぐらいの食料援助ってのは当然できなくて、なので私たちも最初に始めたのは武装グループの襲撃は時々やっぱりあるんだけれども、12か所の村の人たちに集まってもらって共同農場を作って、でそこで食べ物を生産して、である村が襲撃にあったり食料略奪された時はその共同農場で作った食べ物をシェアするって、そういうプロジェクトから始めたんですけど、外から食料を持ち運ぶのは結構大変なので、けどここで生産する土地はあるし、もちろん紛争下ではあるんだけれども、鉄郷土紛争って言ってずっと紛争が毎日続いてるわけではなくて、時々その武装グループの襲撃があったりとか略奪があったりっていうのが起こるので、ここにいる人たちってのはほとんどもう普通の村に生活してるんです。コンゴって国内避難民が大体540万人もっとかな、もう今多分それより増えてると思うんですけど、ほとんどが普通のもう民家親戚の村に避難したり、キャンプそのものがなかなか作れなかったりするっていうのもあるし、もう数が多すぎるので、そういう状況の中で国内避難民とか今後の国内にいる。なので援助だけに頼ってても生きていけないので、だからもう自分たちでもその生産活動十分じゃないけどやらざるを得ないし、どっちみちその援助に頼ってたってこの地域の人たちの未来はないので、いろんな援助があるけれども少なくともその直接的にその食料とかをもらうだけの援助っていうのは持続的ではないので、できるだけ地元の人たちが地元にあるものを使って少し私たちがそのいろんな養蜂の例えば技術だとか何か生産する技術とかをインプットすることで、地元の人たちだけで自分たちで生産してそれを販売して、それで生活を成り立たせてたりもしているので、物資を直接渡したりする緊急支援的なものと自立支援、もしくは生計を向上するための支援っていうのはハイブリッドにやっぱりやっていかないといけないっていうのがこの大事な部分。お昼ご飯が到着しました。これがビーフですね、牛肉。そしてこれがうがりという、今回はトウモロコシの粉とキャッサバの粉を混ぜ合わせてお湯で練り上げたもので、これが一応僕のために作ってくれたというアイリッシュポテト、じゃがいもをふかしたやつと卵焼きですね。州都ブカブを離れ熱帯雨林を抜けること数時間、私たちは南キブ州の奥地カロンゲに到着しました。次回は長引く紛争の爪痕が深く残り、今なお極度の貧困の中で生きる人々の現実をお伝えします。紛争がそこに生きる人々の暮らしをどう狂わせているのか、その実態を知るためにもぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。皆さんから寄せられるコメントが私の動画作りの励みになっています。ぜひ今回の動画を見た感想もコメント欄で聞かせてください。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。